回は F1 決勝レースのスタートにおける成功と失敗について解説します。スタートはレースの行方を大きく左右する重要な瞬間です。各ドライバーが準備し、エンジン音が高まる中、スタートシグナルが青に変わる瞬間はまさに息を飲む瞬間です。 F1 レースのスタートは反応速度、技術、そして冷静な判断力が試される場です。ここで成功を収めることができれば、その後のレース展開を有利に進めることができます。一方でスタートでの失敗は即座に順位を落とし、追い上げが必要となります。それではスタートの成功と失敗の要因を詳しく見ていきましょう。まずは成功するスタートのポイントからご紹介します。スタートの成功例。まずスタートが成功する例を見てみましょう。成功のポイントは以下の通りです。迅速な反応時間。ドライバーが信号が青になった瞬間に素早く反応します。この反応時間の短縮はスタートラインでの数メートルの差を生み出し、初期のリードを奪う鍵となります。例えばルイス・ハミルトンやマックス・フェルスタッペンのようなトップドライバーは驚異的な反応速度を持っています。適切なクラッチコントロール。クラッチ操作がスムーズでホイールスピンを最小限に抑えます。クラッチの操作は一瞬のミスで大きなタイムロスを招くため、精密なコントロールが必要です。トラクション。タイヤが路面にしっかりとグリップし、加速がスムーズです。タイヤ温度やトラックのコンディションも考慮しながら最適なトラクションを確保します。特に雨天時のスタートはトラクション管理がより重要になります。戦略的なライン取り。他の車との位置関係を考え、最適なラインを選択します。スタート直後の第1コーナーでの位置取りがその後のレース展開に大きく影響します。前の車にプレッシャーをかけたり、後ろからの追い上げを防ぐための戦略が求められます。このように成功するスタートには多くの要素が関わっています。それぞれの要素が一つでも欠けるとスタートでのアドバンテージを失ってしまう可能性があります。これが F1 レースのスタートがいかに重要で複雑であるかを物語っています。スタートの失敗例。次にスタートが失敗する例を見てみましょう。失敗の原因は以下の通りです。遅い反応時間。反応が遅いとすぐに他の車に追い抜かれてしまいます。 F1 ではほんの一瞬の遅れが大きな差を生むため即座の反応が求められます。トップドライバーでも時折反応が遅れ、スタートで大きなハンデを負うことがあります。クラッチミス。クラッチ操作がうまくいかずホイールスピンが発生して加速が遅れます。クラッチを離すタイミングが早すぎたり遅すぎたりすると車が安定せずにスピンしたりスムーズに加速できません。例えばスタート直後にエンジンがストールすることもあります。トラクション不足。タイヤが路面にしっかりとグリップせずホイールスピンします。タイヤの温度やコンディションが適切でない場合、トラクションが不足し車が前に進まないことがあります。特に路面が湿っている場合やタイヤが冷えている場合にはスタート時のトラクション管理が難しくなります。ライン取りのミス。他の車と接触するリスクが高まり最適なラインを取れません。スタート直後の混戦状態では車同士が接近しすぎて接触やクラッシュが発生することがあります。また適切なラインを取らずに無理なオーバーテイクを試みると大きなリスクを伴います。このようにスタートでの失敗には様々な要因が関わっています。それぞれの要素が一つでもうまくいかないとレースの行方に大きな影響を与えることになります。これが F1 レースのスタートがいかに重要であるかを物語っています。スタート練習の重要性。スタートの成功と失敗はレースの結果に大きな影響を与えます。そのためドライバーはスタート練習を重視しています。シミュレーターや実際のコースでの練習を通じて反応時間やクラッチ操作の精度を高めます。シミュレーター練習。最新のシミュレーターは実際の車と同じ操作感を提供し、スタート時のクラッチ操作やアクセルワークをリアルに再現します。ドライバーは何度もシミュレーターで練習することで反応時間やスタートのスムーズさを向上させます。またシミュレーターは様々な気象条件や路面状況を再現できるためあらゆるシチュエーションに対応できるようになります。実際のコースでの練習。シミュレーターでの練習に加えて実際のコースでのスタート練習も欠かせません。ドライバーはテストセッションやフリー走行の時間を利用してスタート時の感覚をつかむために何度も練習を行います。特に新しいタイヤや新しいセットアップの感触を確かめるために重要です。反応時間のトレーニング。ドライバーは反応時間を短縮するためのトレーニングも行っています。例えば特定の視覚や聴覚のトレーニングを通じて迅速に反応できるようになります。これによりスタートダッシュでのアドバンテージを得ることができます。クラッチ操作の精度向上。スタート時のクラッチ操作は非常に繊細であり、一瞬のミスが大きな差を生むことがあります。ドライバーは
クラッチの操作感覚を体に染み込ませるために何度も練習を重ねます。適切なタイミングでクラッチを離すことでホイールスピンを防ぎ、スムーズなスタートを切ることができます。このようにスタート練習はドライバーにとって非常に重要な要素です。練習を通じてスタートの精度を高め、レースの結果に大きな影響を与えることができます。有名なスタートシーン。ここで F1 の歴史に残る有名なスタートシーンをいくつか見てみましょう。これらのシーンはスタートの重要性を物語っています。1989年日本グランプリ鈴鹿。このレースではアイルトン・セナとアラン・プロストのスタートが注目されました。チャンピオンシップ争いがかかった緊迫したスタートでしたが、プロストが先行しセナが追いかける展開に、最終的には両者のクラッシュが起き、スタートの重要性が改めて示されました。2000年ベルギーグランプリスパフランコルシャン。ミカ・ハッキネンとミハイル・シューマッハの激しいバトルが展開されました。特にスタート直後のラディオンコーナーでの攻防は観客を魅了しました。最終的にはハッキネンが勝利を収めましたが、そのスタートダッシュが勝因となりました。2012年アブダビグランプリキミ・ライコネンの素晴らしいスタートが印象的でした。彼はレース開始直後に複数の車を抜き去り、その勢いでレースをリードしました。Leave me alone I know what I'm doing ほっといてくれ、自分のやることは分かってるという無線でのやり取りも有名です。2019年ドイツグランプリホッケンハイム。雨の中でのスタートとなり、各ドライバーのスキルが試されました。ルイス・ハミルトンの驚異的なスタートが印象的で、最初のラップでリードを広げました。しかし難しいコンディションの中でのスタートは多くのドラマを生み出しました。いかがでしたか？スタートの成功と失敗の要因について少しでも理解していただけたら嬉しいです。スタートはレースの重要な瞬間であり、各ドライバーがどれだけ準備を重ねているかが分かります。成功するスタートはその後のレース展開に大きな影響を与え、逆に失敗したスタートはドライバーにとって大きなハンディキャップとなります。 F1 の魅力はそのスピードと技術の高さ、そしてドライバーたちの勇気と戦略にあります。次回のレースでもスタートから目が離せません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。